レイズバックルとなった時空ドライバーをデザイアドライバーにセット。バックルを回して変身。ライダータイム。ピンを作りたいのでたっぷり塗ってモリッとさせます。うわ、きたー。こうでしょうはい、こんな感じ。ツヤツヤ。特撮改造エキシビジョン。さあ、こんにちは、パウチでございます。今日も改造していきますよ。今回のターゲットは、時空ドライバー。デザグラに魔王降臨。全てのライダーの力を受け継いで、頂点に君臨する、いける気がする男。いや、ジオウはやっぱすごい作品ですよ。お祭り作品って一歩間違えたら滑る可能性をはらんでると思うんですけど、よくあんだけ盛り上げてくれたなと、本当にすげえなと思います。で、今回はこのライドウォッチも絡めて、なおかつ、こういうものがあります。持ってる人いますか？作る前の僕の予想では、今回の動画は短いはずです。割とすぐ終わると思います。今回も最後まで見てくれたら嬉しい。じゃあ行きましょう。祝え。改造が始まる瞬間である。よし、まず全体のイメージとしてはもうこうです。で、なおかつここで回したいんですよ。回すときに、こう反対側にレイズバックルあるときに、こう当たりたくないんです。で、ここを削りたいんだけど、ライドウォッチをはめたときにロックする装置があるんですね。で、そこに触れないようにしたいので、ここギリギリここを削りたいんです。ちなみにこの時空ドライバー、千葉の鑑定団という中古屋さんで、蓋なしで300円でした。イエーイ。まずはこの時空ドライバーと少しお近づきになるためにも分解しましょうか。外して。意外とスッキリしてんだね。まだ外す。ここはこういう構造なので、ギリギリんとこ少ししか切れないですね。でも少し切るだけでもだいぶ違うと思うので、これはニッパーでいっちゃいましょう。キワを攻めます。構造的には問題なさそうです。反対側も切り落とす。はい、こんな感じで両側がスッキリしました。もちろんこの蓋の端っこを切るのも忘れずに。無で示して。綺麗に戻りましたね。じゃあ次にレイズバックルですが、今回尊い犠牲になってくれるのは、ハンマーレイズバックルです。これを最初変身の時の、これですね。このイメージです。それで縦の動きがいいなと思って。認識ピンはクレーンのジョーさんが暴いてくれたやつを参考にしてますが、これね、ハンマーとね、相性悪い。見事に全部ここさら地にして3つつけなあかん。こんなこと初めてやわ。いやーでも、うなるね。やる気出るね。いいじゃない。面白いじゃない。本当に全部さら地にしたろ。すげえな。マジでツルツルやで。前回の動画でレイズバックルを分解せずにピンを足すっていうのやったんですけど、今回さらにズボラをかましていけるかどうかっていうか、多分あかんと思うねんけど、ピンを足したいところをハンダゴテで穴開けます。で、周りはちゃんと削る。で、ここに直接グルーガンでいけないかなと思って。ピンを作りたいので、たっぷり塗ってモリッとさせます。で、グルーガンが固まってきたら、ペンチでちょっとだけ挟んで細くします。わからんでこれでいけるかどうか。いってみよう。うわ、きたー。これ今までで一番嬉しいかも。うーわ。アーマータイム。やば。これはズボラの極致やぞ。もはや軟質パーツもいらん。グルーガンでいけた。ユナイト弁当。さあ、ズボラレイズバックルができたところで、これをくっつけていきます。耐久力を上げるためにも、ここにうまいこと挟めたら一番いいなと思うんですよ。なので、ちょっとここを削りましょう。ガンガン溶かします。熱。これでどうかね。お、ギチギチ。いい感じやん。あとちょっとこの辺の邪魔なとこ削れば、奥までグッといけるはず。でもこれ削るのもね、ちょっとやりすぎたらスカスカになって全く意味ないってことになっちゃうから、本当に加減しないとダメなんですよ。これでも切っていくより溶かしてなんか全部つなげた方がいいかな。どうだお、来たでしょう。これでね、ここがっちりグルーガンで留めて、まずグルーガンブリッブリにしましょう。ガチッと突っ込んで、こういう風に動かないとダメなので、レイズバックル本体にはつかないように注意ですね。で、ここにも追いグルーガンでさらに固めていきます。強化計画はまだ終わらないですよ。ハンダゴテで穴開けて、もちろんビス止めするでしょう。なんかおかしいなと思ったらね、ここで1個発覚。ここネジ締め忘れてるわ。だからビス入れるとギューッとパーツが開いていく。これは良くないんです。これはね、良くない。ちゃんと締まってもらわないと強度に響くからね。これはでも全然問題でもなんでもない。ただの俺の締め忘れ。もうズボラです、ズボラ。と言い訳したけど、いやごめん、問題でもなんでもないわ。訂正する。これズボラは俺の大きな問題です。あんま直す気はないけど。あおーほー。ちょっと待って。角度がおかしい。オッケー。多分これでいけると思う。よーっしゃ。いける気がするでしょう。よし、じゃあこれはここから時空ドライバーではなく、レイズバックルと呼称します。レイズバックルができたので、次は半円パーツですね。半円パーツもいける気がする。
今回はね、驚きの半円パーツ2種で考えてるんです。ほら、度肝抜かれた顔してるあなた。もう最近型といえばお湯丸、熱湯3分。今回まず第1個目の半円パーツなんですけど、もうここです。仮面って入った方がいいかな。下にするか。下にしましょうか。しっかりと押し付けて型を取って柔らかいうちに剥がします。これがねやっぱちょっと変形の原因になるから難しいんだけど、少しこう曲げます。半円の形に。これで固めてみましょう。そして UV レジンを流します。これ Amazon のやつです。動画概要欄に情報を載せておくので気になる方はチェック。いってらっしゃい。これ動画では編集してますけど、表から2回裏から1回当てて、もうちょっと UV レジン足してまた1回やってこの状態で、もう1回さらにやってる。結構固まるの時間かかるね。でもいける気がするんよね。はい、いける気がするって言いたいだけ。オッケーオッケーオッケー。ちょっと邪魔なとこ切りましょうかね。いいですね、いいですね。で、今回の半円パーツは2種類って言いましたね、私。どういうことかというと、僕いろいろね、構想するんです、改造前に。それで思いついたの。なんでもいいんですけど、ライドウォッチにこうやってつけて、半円パーツの付け替えができるようにするんですよ。そうすると、これが使えるようになるなと思って。今回通常のジオウと大魔ジオライドウォッチ、これを付け替えられるようにしたいな。その方が劇中の物語性を表現できるんじゃないかなと思って。だからまず一つ目はこんなイメージなんですよ。この辺をこうやって溶かして削ります。もうこのライドウォッチから音を鳴らすつもりはないので、どうなったっていいんです、別に。こんな感じ。はい、1個半円パーツできました。そして次が多分めっちゃくちゃ面白いんです。これですよ、これ。これをね、こういう風に切ってね、時計の針に合わせて切るのかなーなんて。そんなことじゃないんですよ。もうね、すべてのライダーの力を継承して、頂点に君臨する男ですよ。こうでしょう。もうデザイアドライバー全部乗っ取りますよ。大間が時の。これここだけの話。横から見たらもう大変やね。これ。フィギュアーツ一体立つぞ、ここ。これもこの辺溶かします。何も気にせずガシガシ溶かす。よいしょー。グルーガンをブリ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 上にかぶせて。いやー、ダイナミックやね。ドラグレッダーやった時みたいな高揚感があるよ。やっぱそのまま使うってええな。できた。ID コアについて話します。で、いつも結構飛ばし気味の ID コアなんですけど、最近見始めてくれた方のためにちょっと説明しますね。まずシリコンでこういう ID コアの型を作ってあるんですよ。それに UV レジンじゃなくて Amazon で買った時間かかるレジンを流し込んで、こういうのいっぱい作ってある。これなんですけど。で、新しい改造を思いついたら、こっから1個取って、色塗って、シール貼ってっていう風に作ってます。シリコンとレジンの情報も動画概要欄に載せておきますんで、興味ある人はチェック。よし、じゃあこれ全部塗装します。塗装ブースへ行ける気がする。ちょっと使い方違うか。愚かな、つまらん。まず黒下地ですね。全体を真っ黒にしていきます。このパーツ結構面積があるのでなかなか大変でしたね。でも黒なんで塗りムラとかあんま気にせずガンガン攻めていってます。続いて時計の針を塗る機会ってなかなかないので、これは面白かったですね。貴重な体験でした。で、ライダーの文字。俺は今ライダーの文字を塗ってるんよなってなんか変な感覚になりました。で、第1の半円パーツ。クリアパーツはできるだけ残して全体を黒に。で、つなぎ目の部分は少しグラデーションにしたいなと思ってちょっとだけ塗りました。次はスターブライトゴールド。これで黒下地が生きてくるんですよね。結構渋いゴールドに仕上げたいなと思って。ところどころ濃いめのクリアオレンジを吹いて味出しをしてます。これもやりすぎると良くないので、加減しながらですね。第1の半円パーツのクリア部分、ここに薄くスターブライトシルバーを吹きます。それで光を少しだけ通すシルバーにしていきます。はい、また時計の針。キャンディー塗装にするつもりなのでシルバー吹きます。で、この時計か歯車かたくさんある丸いパーツなんですけど、部分的にキャンディー塗装したら面白いかなと思ってシルバー吹いてます。思いつきです。さあ来ました、クリアレッド。これがキャンディー塗装ですよ。たっぷり吹いてツヤを出します。で、さっきちょっとシルバー吹いたところにクリアレッドでこっちもキャンディー塗装。思いつきなんでどうかなって感じでやってます。まだこの時点でしっくりきてないですね。真ん中の丸いところは少し暗くしたくて、さっきスターブライトゴールドを薄めに吹いたんですけど、その上からクリアレッド吹いてみたらカッパーみたいな色合いになって、おお、なかなかいいやんって感じです。で、調子に乗って周りにも少しそういう部分を作ってますね。で、シャバシャバに薄めた黒を吹いてツヤ出しと味出しです。墨入れみたいなもんですね。続いて ID コア。今回は黒か白かで悩みましたけど、なんとなくジオウは特別枠かなと思って主人公のギーツと同じ感じにしようと思ってクリアホワイトにしました。で、これも思いつきでクリアホワイトを半円パーツに吹いてみたらどうなるかなと思ってやってみたら、めちゃくちゃ綺麗な色になって、おっしゃ大成功と思ってちょっとテンション上がってます。続いてこのミスターウェザリングカラーというものを使ってさらに味出ししていきます。これ古びた金属みたいな質感が出せる塗料です。全体にもうべちゃべちゃに塗ってティッシュで拭き取るとこんな感じ。これもともと黒なんであんまり変わらないんですけど、それでもやっぱり古い鉄みたいな質感
感は出ましたね。こっちのパーツも全体に塗っていきます。もうべちゃべちゃでいいです。全体に塗れたらこれもティッシュで拭いていきます。こっちはゴールドなので結構わかりやすいと思います。ほらこんな感じ。味出たでしょ。本当に古い金属みたいでしょ。時計の針は常に動いてるのでそんなに汚れないんじゃないかなと思ってそのままにしました。はい、ちょっと大魔塩っぽいですか？どうですか？イメージ伝わりますか？続いて ID コアシールのデザインをしてダイソーのクリアシールシートに印刷しました。それを切り離してコアに貼り付ける。少し指で押さえて Amazon で買った UV レジン、これをたっぷりめに塗って全体に広げていきます。ブルーライトで1分。ちょっと乾きが甘かったのでさらにブルーライト1分。はい、こんな感じ。ツヤツヤぷっくり可愛らしいでしょう。触りたいでしょう。仮面ライダージオデザイアグランプリに参戦。さあ、ジオを象徴する仮面の文字を掲げた ID コアをセット。デザイアグランプリでもやはり自身のアイテムライドウォッチは健在。半円パーツが出現。ライドウォッチもセット。レイズバックルとなった時空ドライバーをデザイアドライバーにセット。バックルを回して変身。ライダータイム。ジオ参戦だ。上から叩くのはジオの繊維の現れた必殺技。さあ、マグナムレイズバックルで白に白を重ねた。こっちも回して変身。白いライダーはギーツだけではなかった。止まらないジオをブーストで畳みかける。ブーストジオ爆誕。攻撃の手を休めない。ここでフィニッシュタイム。ビクトリータイムブレイク。時計の秒針のごとく敵に攻撃が刺さる。撃破。しかしジャマトはまたまた出現する。ここでジオはついに大魔ジオの力を使うか。半円ではとどまらない。円パーツが出現。大きく回してキングタイム。デザイアグランプリにジオ大魔フォーム降臨。リボルボーンで下半身に力を移す。重い蹴りを叩き込む。撃破。しかし敵の数が多すぎる。キリがない。再びリボルボーンで上半身に力を戻しキングフィニッシュタイム発動。ブーストジオキングタイムブレイク。瞬きをする間もなくジャマトの群れとライダーたちを粉砕。大魔ジオの力は消え元のレイズバックルに戻った。はい、今回も無事に改造できました。やっぱこれがね今までの流れと違いましたね。今までもう堅くなに半円半円ってやってちょっといいですか？いや今エンディング撮ってるから。おー、はい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 。これねこれは一回仕切り直して、こっちは半円パーツにしたんだけどこっちはもう円パーツ。これはちょっと賛否両論分かれるか。どうですかね皆さん、どんな感想をお持ちですか？これは本当にちょっと緊張する。ぜひコメントで教えてください。できるだけ返すようにしてますんでよろしくお願いします。あとあんまり目立たないポイントとして、ここをピンク色に変えたっていうね、これも僕的にチャームポイントです。この半円パーツ付け替えの概念、みんなに気に入ってもらえたら嬉しいなと思いながら今日の動画この辺で終わりにします。皆様ご視聴ありがとうございました。パウチでございました。今回の改造も良かったぞパウチという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録で私パウチを応援してください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとう。ヘイパウチ、ちょっといいですか？はいこれ何ですか？これですか。これは仮面ライダーディケイドの第1話に出てくる石化したディケイドライバー。瓦礫の中からこれを見つけて、使い方を知らないはずの主人公がこれを握った途端に使い方がわかるという劇的なシーンがあるんです。通常の綺麗なアイテムが石化してるってなんかもうロマンなのよ。発掘とか考古学とかに繋がるのかもしれない。